ひろゆきさんはバブルの頃どのような生活をしてましたか？またバブルの恩恵受けますか？受けませんでした。僕は就職氷河期という時代で、氷河期で最悪だった時代に大学の就職時期だったので、大卒の就職率が確かね3割台とかだったかな。今だと大学卒業した人で就職したいと思ってる人は多分9割就職してると思うんですけど、僕の時代って大卒です、就職したいですって言ってる人でも就職できたのが確か3割とか4割っていう大卒の就職率が最悪だった時期なんですよ、歴史上。なのでバブルの恩恵というのは一切受けずむしろバブルが破裂したという恩恵だけ結果だけを受け止めた時代です。僕らの就職世代の次の年から多少改善して就職できるようになったので、バブルの一番被害を受けたのは僕ら世代です、はい、1976年77年生まれ、76年77年生まれというのが一番最悪の状況でした。で逆に僕より1年前の75年とか74年生まれの人たちはバブルが崩壊したけども、バブル崩壊の実態の影響をそこまで受ける前に就職決まってるんで、なのでなんかバブル崩壊したけど別になんとかなるんじゃないみたいな。リーマンショックもそうなんですけど、何らかしらのショックが起きた後、そのショックが実体経済に影響を与えるまで結構時間かかるんですよ。リーマンショックを予測した人がいるんですけど、リーマンショックが予測した人が、これはリーマンショック来るなって分かってて、リーマンショックが起きた時に儲かる方にかけ続けたんですけど、予想よりもそのショックが世に出ても実体経済に影響を与えるまで時間かかったんですよ。不動産バブル崩壊したって言っても、うちの会社まで影響ないよねとか、一部損する人はいても、俺の会社は関係ないよね。今まで通りのことが起こるよねっていうので、結構人は今まで通りにやってしまうバイアスがあるんですよ。なので、あれこれ今まで通りできないじゃんとか、会社が潰れるのって、決算をまたいだ時に、決算またいで銀行からお金が借りれなかった時に潰れるんですよ。なので、赤字になるっぽいけど、まあでも給料も出てるし、うちの会社大丈夫なんじゃないのとかで、山一証券っていう証券会社があったんですけど、山一証券っていうのは普通に営業していて、山一証券の社員とかが昼休みにテレビつけてたら、自分の会社の社長が記者会見やってるんですよ。なんかうちの会社今日記者会見やるんだみたいなので、そのテレビの記者会見の中で社長が山一証券は潰れましたって言ってて、そのテレビを見てた社員が俺たちの会社潰れたのって驚くっていう。なので自分たちが潰れるとも思ってないんですよ。で自分たちも潰れないと思ってるぐらいなんですよ。山一証券は潰れるのは社員は全く悪くないです、私たち経営者が悪いですって言って泣いて謝ったんですけど、本当に働いてる人たちも潰れるってわからないんですよ。なのでバブル崩壊した時点で証券会社なんかやばいに決まってんじゃんっていうのは、今の人たちは歴史的なことを知ってるので言えるんですよ。やばいに決まってるんだけど、でもなんか給料もらって普通に営業してるから、大丈夫なんだみたいな。で野村証券大丈夫だったじゃないですか。だから大丈夫なんだみたいなので結構ね生き延びちゃったりするんですよ。40代の平均貯金額が555万しかなく30代より少ないのはやはり氷河期世代だからなのでしょうか。これだけ貯金が少ないと投資に回せない人もいるのは仕方ないかなと思いました。平均というよりは中央値の40万円の方がやばいと思いますけどね。40代の独身の人の半数は貯金が40万円以下ってことなんですよね。半数ですよ。5割の人が40万円以下。いや、これでね、年金払って高齢者の人に生活費を出してるってね。いや、あなたじゃあどうすんのその後40代の独身の人は年取ったらってね。ほら、王様と奴隷って奴隷が一生懸命王様に貢いでたじゃないですか。あの構造になっちゃってるんですよね。今70代って中央値で確かね、貯金500万とかあるんですよ。40代は貯金40万円で、70代は貯金500万あるから、貯金10倍の人に対して年金を40代の人が働いて払ってるんですよ。で、70代の人は働かないで、そのお金で暮らすっていうね。いや、なかなか年金システムってすげえなと思いますけどね。不幸な人を減らすっていうものすごく分かりやすいのが正解だと思うんですけど、今の日本って不幸な人を減らそうとしてるんじゃなくて、不幸な人を見なかったことにして無視するっていうのをやってる気がするんですよね。例えば40歳の人で氷河期世代と言われてる人で非正規雇用を20年やってましたっていう人って、恋人もいないし家庭もないし、もちろん子供もないからなんで生きてんのっていう状態になってると思うんですけど、もうちょっと上の60代とかと年金とか払ったりしてそれなりになんとか
か人生全うできるよねってなってるんですけど、ちょうど40歳ぐらいの世代ってお前ら働こうと思ったら働けんじゃんって言われてるんだけど、でも企業側って雇うんだったら若いやつの方がいいよねっていうので20代30代雇っていて、40代雇うとかなくねみたいな状態になってるわけですよ。彼らが働けなかった理由ってどうなのっていうと、たまたま就職氷河期だったよねっていうのと、その時代派遣社員っていうシステムができたせいで働いてはいたんだけど派遣だから何の利益にもならなかったよねっていうところで、割と運が悪かった世代なんですよ。まあ僕の同世代なんですけどね。社会から割とその不遇な状態になった人が社会に対してもう知ったこっちゃねえよってなるのもしょうがないよねっていう気はするんですよ。だって社会は彼らに対して優しくしてないんだからさ、彼らが社会に対して優しくするべきだっていうのはあんまりこう説得力を持たないんじゃないかなと思うんですけどね。非正規40代どうしたらいいですか？生活保護取った方がいいですよ。いやマジで誰でも彼でも生活保護を取れる時代って多分ひょっとしたら5年ぐらいで終わるかもしれないんですよ。日本ってそんなに経済状況良くないので。今って日本ってまだ憲法変えてないので、本当に生活できない人って生活できない証明さえすれば生活保護もらえるんですよ。で生活保護もらえば働く必要なくて毎月それなりに家賃と生活費がもらえるんで、さっさともらった方がいいですよ。痩せ我慢とかしないで。29歳独身です。家庭を持って子育てすることは現代社会では特別な能力だと感じています。そこでみんながこのスキルを身につけたいと考える仕組みが必要だと思います。例えば子供のいる家庭には子供1人10万円支給18歳まで、財源は所得税料の政党所得のない高齢者には課税しないので選挙で反対されにくい。他の税より低所得者の負担が少ない。独身と世代もちろん分断しない。ご意見をお聞かせください。何回か言ってると思うんですけど、子供を増やした方が良いよねって思ってる人が少数派なんですよね。子供が生まれました。じゃあ子供がいる家庭に1人10万円ということは、財源がどうあれ国家予算がそこに使われるよねと。70歳80歳90歳の人とかってもうあと10年20年で死ぬんで、今の子供にお金をあげて、その子供が20歳になって働き始めて納税する頃にはもう自分死んでるから、子供増えるとかマジどうでもいいって思ってたりするんですよ。例えばじゃあ自分の孫とかが幸せになった方がいいでしょうとか、じゃあ自分の娘が子供育てる時に幸せになった方がいいでしょうとかって考えるのって家庭がある人の考え方で、今50歳以上独身の人めちゃくちゃ多いんですよね。50独身60独身70独身80独身みたいな。で大体50歳で独身の人ってもうほぼ98%か 97% だったっけな、大体独身のまま死ぬんですよ。なので逆に子供を持って幸せそうにしている家庭っていうのは自分から見ると敵。あいつらばっかり未来があって将来があって幸せそうな生活しやがってと。で俺はたまたま就職氷河期で頑張っていたにもかかわらず就職できなくて、で結果として契約社員でなぜかずっとこき使われて体壊して50歳なのに、なんでお前らばっかりファミリーで孫がいてみたいに幸せになってんだ、あいつらに金渡すなんかマジありえねえみたいな考えの人がやっぱり多いので、これが多いのが多数派なんですよね。そういう人がそこそこ人数いるから大変だよねって話じゃなくて、残念ながら子供に金を出すべきではないが多数派なので、もう日本はそういう国だよねっていうところで、こういう制度を考えた方がいいんじゃないは僕も正しいと思いますよ。ただ決めるのは残念ながら独身で未来とかない人たちが決めるので難しいんじゃないかなと思います。氷河期世代はどうやったら救えると思いますか？無理です。世代を救うとかもう無理ですよ。日本人って女性の平均年齢50歳を超えるんですよ。日本で女の人が子供を産むって大体35歳ぐらいまでで、35歳超えると高齢出産って言われるので、そうすると子供を産めるのって20代から35まで15年間なんですよ。20歳になった途端に結婚して子供を産むかってそうでもなくて、なんだかんだ言って子供最初に産む年齢って大体30ぐらいって言われてるんですよ、日本って。そうすると30から35のたった5年なんですよ、日本人の女の人が子供を産むのって。そうすると日本って子供を産める環境をちゃんと作った方がいいよねっていう風なところに、そうだよねって共感する人って30歳から35歳の5歳分の女性しかいないんですよ。で50歳以上はもう子供とかどうでもいいから、そんなところより俺たちに金をくれっていう話なんですよ。なので子供を産むために社会システムはこうした方がいいよねとか、例えばじゃあ保育園多い方がいいよねと。そしたら待機児童問題とか解決するじゃん。子供を産んだら教育費ってかかんない方がいいよねとかっていう方が子供を産みやすくなるじゃん。でもそういうところにお金を使おうって考える人は少数派なわけですよ。っていうぐらい
らい日本ってやばいよねって話を今してるんだけど、これそもそもなんでこの話し始めたんだっけ。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。